イスー、イモナレフです。今回もヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回の動画はオールマイト、チームアップは死柄木とダギだよ。私は君を。もう遅いんだよ。オールマイトのロールはアサルトで火力とスピードに優れた個性技を持つパワータイプのキャラ。近距離から中距離の戦闘を得意とし、通常攻撃も火力、踏み込み、判定に優れている。そして特殊アクションを2つ持っていて、1つは緑谷と同じくダウンした味方を担いで対比と蘇生が行えるオンブ。もう1つがこのキャラの大きな特徴でもあるハイジャンプ。一瞬のための後を大きく跳躍しあっという間に高所まで移動できる。有利ポジションへの位置取りや緊急時の離脱といった立ち回りにおいて有用。ただし落下中はブレーキがかかり軌道の修正が効かないと割と癖もある。個性技の方はアルファ技が衝撃波を一度に2連射する射撃のテキサススマッシュ。一般的な射撃よりも射程が短いが連射性に優れ瞬間火力が非常に高い主力技。優先的にレベルを上げてこの技を主軸に立ち回っていきたい。ベータ技は突進後にパンチを放ちその場所を範囲攻撃するユナイテッドステイツオブスマッシュ。判定が強く威力も高い近距離専用の個性技で、最初からストックが2発あって連発できるのも特徴。ただしパンチの後隙が大きく外した時や乱戦中他の敵から狙われるリスクもあるため注意。ガンマ技は竜巻をまといながら前進しぶつかった相手を攻撃するオクラホマスマッシュ。回転中射撃を弾くことができるのが特徴で、ベータ技より加速に一瞬時間がかかるが長距離の高速移動が可能。射撃を防げることを利用しアルファ技の射程外の相手に距離を詰めて火力勝負に持ち込んだり、さらに距離を詰めて無理やり接近戦に持ち込んだりできる。また、ハイジャンプの出だしをキャンセルして使うことで慣性を乗せて速度を上げることもできる。さて開幕スタート位置が被ったチームを最初倒し損ねてしまったが、今度は味方との連携で緑谷少年をダウン。どこかに飛んでいってしまったが。甘いぞ。お、いた。これ以上目を離すと自力で復活されてしまうので決めさせてもらおう。アイテムの受け渡しをしつつまだ近くにいるはずの轟少年や3人目を警戒だ。そこにいるな。轟少年は氷結で地面を滑って高速移動ができるため、遠くに逃げられてしまう前に追いかけて仕留めてしまおう。最初やここら辺ハイジャンプの制御がうまくいかず目的地点を飛び越えてしまっているが、ハイジャンプ中に軌道を変えたい場合はベータ技でキャンセルすれば任意の方向に着地地点を変えられる。さあ追いついたぞ。火力も人数もこちらが圧倒している。とどめは兄に任せるか。悲しい。ありがとう。感謝するよ。他のアサルトのキャラと比べるとオールマイトは攻撃射程が中距離までな代わりに火力と機動力に特化している。同じアサルトで射撃と機動力に優れた緑谷は遠距離まで攻撃できる代わりに火力はそこそこといったところだが、オールマイトは特殊アクションでも移動できる上中距離にまで持ち込めればトップクラスの火力を発揮できる。さらに同じ救助スキルを持っているので何かと似ている二人だが、得意距離に特化したオールマイトと戦闘の幅が広い緑谷といった具合のタイプの違いがある。さて後から奇襲をかけてきた敵の死柄木を撃破。まだ攻撃の気配がするので新手のチームだな。戸賀卑弥呼が死柄木のバッジを拾って逃げるつもりのようだがそうはいかない。シールドも剥がれてダメージは深いようなのでこのまま一気に倒させてもらおう。3人目のミスターコンプレスは味方に任せて機動力の高い私が戸賀卑弥呼を追撃だ。ハイジャンプは視界の悪いエリアでも上空から見下ろせるのも大きな強み。さてアイテムを回収したら個性技のレベルを上げて味方と再度合流しよう。よしこれで主力のアルファ技がレベルマックス。後のレベル配分は適当にやってしまっているがベータとガンマ技両方を上がり幅の大きいレベル4にするべきだったな。おっとさっきまで我々がいたエリアは後からどんどん新手が来て乱戦になっているな。しかも1、2チームだけではないようだしこのまま交戦を続けるのは危険か。ここは一時退避して体勢を立て直した方が良さそうだな。味方の動きは、まさに下がりたいというタイミングで味方も退避の選択をしてくれた。このゲームはいくらアイテムを奪ったりストックをできると言っても無計画に戦闘を続けていると、後から来た万全なチームに漁夫の利を狙われて持っていかれる危険性がある。アイテムに余裕がある状況でもないので安全な場所でアイテムを漁ったり、横槍の心配のないエリアで他のチームからアイテムダッシュを狙おう。さて個性技のレベルアップはできたが道中攻撃を受けたりしてアイテムに余裕がないな。あそこのビルから攻撃しているのは轟少年とマウントレディか。見たところ周囲に他のチームがいる気配もないしここは一気に攻めるか。
あそこはオールマイトや死柄木では射程外だがそれならば一気に接近して火力勝負に持ち込むまで。こういう時射撃ガードのオクラホマスマッシュで突っ込めば射撃主体のキャラは逃げるしかない。そして逃げる相手を背後から追撃すれば一気に持っていくことができる。よしマウントレディも轟少年もシールドが破れて体力は残りわずかだ。まずは轟少年がダウン、次はマウントレディ後体力とシールドを一気に持ってかれた。マウントレディの射撃はオールマイトよりもさらに射程が短いが、その分連射速度が高くまともに当たると凄まじい火力になることを忘れていた。今の場面はアルファ技もリロード中だったし、射撃ガードのガンマ技を使いながら飛び出すべきだった。マウントレディは仕留め損なってしまったがしかし、轟少年が大量にアイテムを持っていたので戦果は十分だと言える。あとはこのまま団体行動を意識して倒せる敵から確実に攻撃していこう。さて残りチームは5だが人数表示が10人以下で消えているので消耗しているチームが多いようだ。こちらのチームは引くべき場面でしっかり引いたのでフルメンバーで余力も残せている。味方のダビがドームの上でダウンを取ったようだ。とどめは機動力の高い私に任せてもらおう。這いずってドーム内にでも逃げられたら自力で復活されてしまうのでな。さあこの緑や少年からアイテムを奪えばさらに盤石だ。巨大化マウントレディが突っ込んできた。しかし下は市街地なので巨大化状態では追っては来られないだろう。マウントレディは最初期の一強壊れキャラ時代からかなりおとなしくはなったがそれでも巨大化自体のスペックは高い。よって体力状況がわからない巨大化マウントレディと正面切っての戦闘は得策ではない。ヘイトが切れた状況を利用してここは一旦様子見に回ろう。下ではさっきのマウントレディがプルスウルトラしてさらに大暴れしてるな。下手に応戦していたらこちらにあの状態で突っ込まれて消耗していた可能性もあったので結構危なかったな。しかしマウントレディの対処方法は最初期のベータテスト時代から心得ている。長時間巨大化した後には解除する際に大きなチャンスができるのでそこが狙い目だ。よし味方のダビの罠を踏んだ上に巨大化を解除したな。このまま一気に仕留める。さあ敵残り2チームだ。派手な動きをしているチームはいないが、余力を残した状態で息を潜めている可能性もあるので最後まで気を抜かずに行こう。下のドーム内にいたか。外から見える範囲に確認できるチームもいないし援護に行くか。何言いだ少年がいただと。近づいてくる気配を全く感じなかった上に威力の高い回し蹴りに連発で一気にシールドが削られてしまった。とりあえずドーム内に複数いるのは分かったが、シールドがない状態で無理をすると逆にピンチになりかねないのでしっかり回復をしよう。戦線を離れる形になってしまうがこんな時はチーム回復アイテム。自分の回復をしつつ戦闘で手が回らない味方の回復もできるので、戦闘に参加できずとも味方の援護はできる。よし味方の回復もできた上でドーム内の戦闘も制してくれた。2人倒してもチーム数が減らないということはまだフルメンバーで残っていたチームがいてそのうち2人を倒せたということだな。そしてドームの入り口付近にうららか少女がいたのも確認できた。あんなところにいたのか。どうやら体力に余裕がなくて戦闘に参加できなかったらしい。さあ残りは1チーム。おそらくあのダビが最後の1人だろう。しかし最後の最後まで気は抜かない。ダビは罠を持っているので設置していないかモーションを見つつ射撃で削り、弾が切れたら射撃ガードのガンマ技で突撃だ。いてて、抵抗が激しいが味方がダウンを取ってくれてフィニッシュだ。上出来だったぜ。上出来だったぜ。平和の象徴なの。というわけでオールマイトでした。パワーとスピードに優れた近中距離アタッカー。射程は少々短いが火力でねじ伏せ機動力で立ち回り、緊急時には救助もできる優秀なキャラだよ。それではご視聴ありがとうございました。